こんにちは。今回は先ほどリリースされた iOS15 の新機能とその操作方法についてご紹介します。それでは始めます。まず集中モードです。集中モードは通知や電話を制限して仕事や勉強などに集中して取り組むことができます。一つのデバイスで集中モードを使用すると自分の iPad や Mac にも適用されます。集中モードの設定方法をご紹介します。まず、設定アプリの集中モードをタップします。設定する項目を選びます。次へをタップします。次に集中モードをオンにしている時でも着信を許可する連絡先を選んでください。次に集中モードをオンにしている時でも通知を許可するアプリを選んでください。これは重要な通知を許可するか選びます。完了をタップし、設定完了です。他にも様々な集中モードを使うことができ、運転中や勉強中などのカスタムな名前で設定することができます。次に通知です。今までよりアプリのアイコン、連絡先アイコンが大きく表示されました。次に通知予約です。このような通知画面になっていて、設定時刻までの通知が一目でわかります。通知予約の設定方法は、設定アプリの通知に入ります。時間指定要約をタップします。続けるをタップします。要約される時間を選びます。下の緑のプラスで設定する時間を増やすことができます。次に要約するアプリを選びます。これで完了です。注意点とおすすめ。緊急性のあるアプリ、電話、メッセージ、LINE などは設定しないこと。おすすめの設定は朝起きる時間と帰る時間に設定すると今までの通知をすぐに確認することができます。次に写真です。写真アプリでカメラや解像度などの情報が簡単に見れるようになりました。これを表示するには写真を上にスワイプするか右下の i マークをタップしてください。すると右のような画面になります。次はテキスト認識です。写真からテキストとして認識してコピーや翻訳機能が使えます。電話番号の場合はそのまま発信することができます。実際に見てみましょう。これは写真アプリです。普通に文字を選択するように写真の中の文字を選択します。コピーしてメモアプリに貼り付けることも可能です。また、カメラから直接入力することもできます。入力するところをタップします。テキスト認識をタップします。するとキーボードのところにカメラが出てきます。文字を認識したら入力をタップすると入力されます。次にフェイスタイムです。フェイスタイムは電話だけでなく会議にも使えるようになりました。今までは Apple 製品同士でしか使えなかったが、フェイスタイムリンクを使うことで Android や Windows でも参加できるようになりました。iOS15、iPadOS15、macOS モントレーでは、ポートレート背景のぼかしや声の上に周囲の雑音の除去が使えるようになりました。また、シェアプレイを使って一緒に音楽を聴いたり、一緒に番組を見たり、画面を共有することができるようになりました。フェイスタイムの始め方をご紹介します。まずリンクを作成をタップします。すると共有シートが出てくる名前を追加をタップします。会議の名前を入力します。これで LINE やメールを選んで送ります。次にドラッグ&ドロップです。これは写真アプリの写真です。これを一方の指で押さえながら他の指で別のアプリを起動して押さえてる指を離すとそこに写真を貼ることができます。次にサファリです。サファリでは新たにアドレスバーの位置を変えることができます。また新たにタブグループというのも作成することができます。まずアドレスバーの変更方法をご紹介します。まず設定アプリを開いて真ん中の方にあるサファリを選びます。すると少し下にタブという項目があります。ここで変えられます。右が従来のもので左が新たに実装されたデザインです。サファリを開いてみましょう。このような画面になっています。左下のをタップするとメニューが表示されます。一番上のアドレスバーを表示をタップすると従来のデザインになります。また従来のデザインの状態なら
下のアドレスバーを表示となっています。少し下にデスクトップ用ウェブサイトを表示とあります。これはサイトをスマホ用の見た目ではなく、パソコンなどの大きい画面で見た時のデザインにすることができます。その下のツールバーの表示は上もしくは下にあるアドレスバーや共有マークなどを非表示にすることができます。その下のウェブサイトの翻訳をタップするとページの言語を翻訳することができます。その下のダウンロードはサファリでダウンロードした項目を見ることができます。一番下は文字の大きさを調整するものです。左のあをタップすると文字が小さくなり、右のあをタップすると文字が大きくなります。真ん中をタップすると 100% に戻ります。タブを切り替えるときは、下のアドレスバーを左右にスワイプすることで切り替えられます。一番右のタブで1回左にスワイプすると新規タブが開きます。続いてタブの一覧の表示方法です。下にアドレスバーがあるときはアドレスバーを上にスワイプするか、右下のマークをタップします。以前はタブが縦に並んでいたが、今回はグリッド表示になりました。左下のプラスから新規タブを開きます。右下の完了をタップすると元のタブに戻ります。真ん中をタップします。上からまだグループされていないタブ、プライベートモードのタブ、グループ分けされたタブグループ、一番下は新たにタブグループを作成できます。タップしてみましょう。そうすると名前を入力する画面になりました。キーボードから入力するか、その上の提案された単語をタップしてください。入力できたら保存をタップします。これで完成です。タブグループは同じ Apple ID でログインしているすべての iPhone、iPad、Mac で同期されます。以上が大きくデザインや操作方法が変わったものをご紹介しました。この他にも iOS15 ではこのような新機能があります。紹介してほしいものがあればコメントください。次に iOS15 にアップデートする方法をご紹介します。まずアップデートするには Wi-Fi もしくは 5G に接続されている必要があります。また充電が十分にあるかを確認してください。それではアップデート方法をご紹介します。設定アプリから一般ソフトウェアアップデートをタップします。詳しい情報をタップすると、このアップデートの変更点が表示されます。右上の完了で閉じられます。ダウンロードしてインストールをタップします。これは表示されない時があります。iPhone のロックの解除に使っているパスコードを入力してください。入力できたら完了をタップ。同意するをタップしてください。同意するをタップしてください。するとダウンロードが始まります。この間の画面は閉じて他のことをやったり放置しておいて大丈夫です。ダウンロードが終わるとこのような画面になるので、今すぐインストールをタップしてください。するとアップデートを検証中と表示されます。しばらく待ちます。すると画面が消えて Apple ロゴとともにバーが表示されます。これが端まで行くと再起動されてアップデート完了です。以上が手動でアップデートする方法です。自動アップデートがオンになっている場合は数日後、夜 Wi-Fi に接続されていて充電されている時にアップデートされます。iOS15 の対応機種はこの通りです。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録
高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。